はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外のですね、公式テレグラムおよびディスコードの方から僕の方でね、重要だと思ったものを抜粋して紹介の方をしていきますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速の解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、3年の期間が終了したらみんなが売りますか、それでどうやってエコシステムを維持するのですかということでですね、FLR の有用性についてですね、質問されてます。で、それについて答えられてまして、FLR の中核的な機能の一つは、ネットワーク上の資産を保護するための担保、としてですね、機能して、それらの資産が信頼できる方法で、取引できるようにすることであるということで、F アセットですね、今後、F アセットっていうのを利用して報酬を得る仕組みがあるんですけども、その時にね、XRP を FXRP とかに交換してね、で、エージェント側がですね、その FLR を担保として使用しなきゃいけないんですよ。あと、セルフミンティング、自分で鋳造する場合も FLR を使います。ですので、そちらを利用するためにずっと使われていくと。担保を持つことで、参加者がね、分散型金融、ディファイをね、行う際に、資産をリスクにさらすことがなく、保護することができますということで、同じようにイーサリアムのね、ダブルラップとかで WBTC とかね、WXRP っていうのはあるんですけども、それに関しては担保がないんですよ。ですので、悪意のあるね、アクターがWBTC やそのコントラクトをハッキングした場合は、流動性がね、危険にさらされると。ですが、フレアに関してはその FLR を担保としているので、そういったリスクは下げることができるということですね。はい、で続いて、私はビフロストウォレットを持ってて、ソングバードに使ってますと。で、フレアでは何かしなきゃいけないんでしょうかって質問ですね。で、ビフロストウォレットは間もなく、フレアネットワークに対応する予定ですと。僕はもうネットワーク対応してるようだと思ったんですけど、まだなんですかね。これから観測モードが終わったあたりで、ネットワークつなぐんですかね。トークンの方はね、もう見ることができてます。バージョン4.5のアップデートでね、見ることができてます。で、今のところはお客様側では何もする必要がなく、最初の配布を待ってくださいということですね。で、続いて、ソングバードネットワークはフレアネットワークから独立しているのですか、そしてソングバードネットワークは、独自の独立したガバナンスを持っていますかということで、ソングバードはね、今のところフレアの解のチェーンだと。で、独自のガバナンスはあるんですけども、プライスフィールドとか S アセットに関する内容を追加にする程度にとどまっているので、基本的にはあまりメジャーではありませんと。しかし、S アセットのように今後ね、まず、ソングバードでテストするプロトコルについては、フレアに F アセットシステムを実装するためにソングバードでガバナンスをパスする必要があるということですね。ですので、実際にね、フレアで展開するものに関しては、ソングバードで展開するものに関してはガバナンスがね、先にフレアよりパスする必要があるということですので、これがね、今のフレアのガバナンス提案の方に含まれている内容です。ソングバード任意制ってやつです。会員制ってやつですね。ソングバードで SGB を使って投票すると。ですので、その今回のガバナンスが通れば、SGB でも投票することが可能になるので、フレアの件に関してね、ソングバードだけじゃなくて、フレアの件に関しても SGB が関わってくることになるので、よりね、SGB の有用性っていうのも高まっていくかなと思っております。はい、続いて、これが、もし誰かが FXRP をなくした場合、あるいはデフィで、DeFi で、DEX がハッキングされた場合、どのような事態が考えられるでしょうかということですね。で、F アセットの鋳造と換金は DEX は使いませんと。ウォレットでやるので、DEX でサービスは利用するけども、FXRP とかね、常にあなたのウォレット、例えばビフロストとかね、入ってるので、そちらの DEX のハッキングとかそういうのは、気にしなくてもいいと。ただ、ウォレットに関しても同じようにね、リスクってあるので、ちゃんと自分でね、ウォレットを管理していく必要があるということで、ビフロストやその他の F アセット対応ウォレットを使ってネットワーク上で直接 F アセットの鋳造換金が可能と。で、ビフロストウォレットは例えばこんなことができますと。FLR を保持する、ラップする、ガバナンスを提案に投票、FTSO のプロバイダーにデリゲート、あとは DEX で取引、イールドファームとかでね、利用することができますと。ただ、DEX に関してはね、DEX に問い合わせる必要があると、なんか問題があったらね。で、フレアネットワークで DEX を使用する場合、F アセットシステム何らかの保護や保険をかける機能はできないのでしょうかって、これは今言った話ですね。いいえと。それは、参加する個々のアプリケーション、DEX の自由ですので、参加する前に必ずリスクについて聞いておきましょうということですね。
で続いて、プレイヤーが統合しているさまざまなコードベースに対して、通常よりも対応のアップグレードや変更があり、私たちは、これらの変更を統合するためにたゆまぬ努力を続けています。観測モードの終了は間近ですということでね、ヒューゴ CEO が、答えられてました。今ね、かなりね、質問がね、エアドロップの日はいつなんですかと、あと、遅れてるんじゃないかっていうのをね、かなりのコメント数があって、でね、ヒューゴさん、テレグラムの方で、答えられてました。まだ延期だと言ってる人へと、文章を理解できない人がいるようだと。フレアの発売と観測モードの終了について私たちのリリースは最低8週間と書かれてますと。で、8週間後にフレアが、観測モード終了するとは言ってませんよと。だから最低って書かれてるんですよ。ですので、それ以上かかる可能性ありますよね。で、あとは、今ね、通常よりも大量のアップグレード変更。だから今、ハウスキーピングっていうね、なんかデータ自体を削除、不要なデータとかを削除していくなんか内容のものらしいんですよね、ハウスキーピング。それが終わらないとっていう話でね、それからバリデーションの方移っていくようなんですけども、そういったものの変更とかあったんでしょうね、いろいろね。予想しているものよりも。ですので、それをなんとかやっつけたいということで、やっていると思いますので、まだね、まあいろいろね、情報出てくるかと思いますので、こういったね、情報とかを配信があるとね、途中でね、少しユーザー安心しますよね。ですので、僕の方でもね、今後ね、また分かればこまめにね、お伝えできればと思います。はい、続いてですね、例えば、最近の DeFi で使用している WBTC と、発売後のフレアネットワークで使用する、FBTC の違いを知りたいのですと、両者の主な違いは何ですかってことですね。イーサリアムのラッピングとどう違うんですかと。で、フレアで FBTC を保有すると、ネットワーク上で保有しているだけで FLR の利回りを得ることができますと。ですので、F アセットね、今後利用すると、保持しているだけで FLR で利回りをもらうことができると。で、さらに、FBTC はフレア上で構築された他のアプリケーション、例えば FLR ファイナンスとかね、利用できるようになるのかな。他のアプリケーションでもまたね、活用することができると。ファーミングとかステーキングとかしてね、報酬を得ることができると。で、さらに、レイヤーケーキっていうのが稼働すれば、FBTC はイーサリアムチェーンとかね、ソラナチェーンとか、他のチェーンでも、他のチェーンの DApps とかも、利用することができると。だからそちらにね、橋渡しして、ブリッジングして、ファーミングとかステーキングとかね、だからまず持ってるだけで FLR もらえるし、で、それをファーミングとかフレアネットワーク上で、ファーミングステーキングできるし、イーサリアムとかソラナとかのファーミングとかステーキングも利用することができるようになるっていうのは無限の可能性がありますよね。そういった形になるっていう形で説明されてます。で、続いて、BTC が上昇し FLR が下降した場合、FLR、BTC が上昇した場合など、いくつかのパターンを、理解することが望ましいと思います。そのような場合はどうなりますかということで、これ何言ってるかというと、FLR と価格と、その F アセットにね、変える BTC とかね、XRP とかあります。その価格の乖離が起きた場合ですね、ちょっとリスクが出るっていうのも以前ね、お伝えさせていただいたんですけども、それについてはね、ブログで解説されてるんですよ。で、その時にね、エージェントないしはセルフミンティングしている人は FLR の残高を調整する必要があって、で、その担保批判というのはその調整しなかった場合ですね、まず時間が与えられるので、その間にね、エージェントはその残高を調整する必要があると。ただ、その担保批判が出たときに、適時に修正されなかった場合、それはシステムは参加者の FLR 担保を使用して F アセットポジションを解消してバランスを取り戻すと。その後、必要な量の F アセットを燃やすことになります。で、これがね、先ほども冒頭で伝えた FLR 担保を利用する、リスク低減ですね。で、担保を事前に預けてるんで、それを解消したりってシステムがすることで、利用するユーザーのね、リスクを低減することができると。で、エージェントはしっかりね、残高を調整する必要がありますので、なんか自動24時間ね、調整し、見ている必要があるんで、結構ボットとかそういうのを作るね、プログラマーだったりっていうのが向いているのかな。僕たちはただ単純に、鋳造して報酬を得るっていうことで、いいかと思います。はい、続いて F アセットの報酬が日次から月次に移行すると聞きましたが、本当でしょうかということで、FTS をリワードと同じようにね、デリゲーションと同じように毎日ね、加算されますが、請求できるのは月に一度だけですということですね。ですので、デリゲートの方はね、3.5日経つごとに請求できるんですけども、F アセットの報酬っていうのは、請求できるのは月に一度っていうことになります。
はい、こちら最後ですね。ビフロストで行っているラッピングやホールドは XUMM で可能なのでしょうかということで、いいえ、XUMM は XRP レジャーウォレットのみで、フレアやソングバードはネイティブにサポートしませんということで、していませんということですので、ですので、だから両方用意していく必要が今の段階ではありそうですね。だから、その XRP レジャーのエアドロップとかね、XRP レジャー系のプロジェクトも利用したいって方は XUMM を持っていく必要がありますし、フレアとかね、ソングバードとかっていうのを利用したい場合は、ビフロースト、メタマスクとかね、対応してるウォレットが別なので、だから2個持つのはね、ちょっとね、あれって思う方もいるかと思いますが、一応今の段階では必要だと。将来的にはまとめられるとかね、どっちかがどっちかをサポートするって可能性はなきにしもないですけども、今のところは、分かれて持っていく必要があるっていうことになります。はい、こちらがね、最近のね、直近情報になります。今ね、皆さんかなりね、エアドロップ期待して待ってるかと思いますが、まずはこういった段階でね、観測モードの終了は間近ですと一応ね、費用終了の方が伝えられてますので、ちょっとね、どしっと待っていただければと思います。でね、他にもね、新しく、パンゴリンデックスとかね、のステーキングが始まったり、あとは何ですか、FLR ファイナンス、あとはオラクルスワップのね、NFT ステーキングとかね、もう始まってます。あとは全く別の XRP レジャー系のね、ステーク X ってところでも NFT のステーキング、今ね、XLS20D って新しい技術が、9月13日に向けて展開してますんで、そちらがね、うまくローンチすると、今までのレジャー系のね、プロジェクトっていうのは NFT に一気にね、加速して進んで、いろんなサービスが生まれる可能性がありますんで、そちらの方もね、僕の方で動画の方撮ってます。ですので、プレイヤーを待ってる段階はね、そちらで分散して報酬プログラムに取り組んだりとかね、すると、少しはね、気が紛れるかと思いますので、ぜひですね、そちらの動画を見ていただいて、活用していただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。